日本財団プレゼンツトゥルーカラーズフェスティバルスローサーカスプロジェクト東京虫のいい話にようこそ。本作は日本初のソーシャルサーカスカンパニースローサーカスプロジェクトによるサーカス公演です。こちらの映像は4月24日に池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターで行いましたプレス関係者向け内覧会の模様を収録したものです。ソーシャルサーカスはサーカス技術の練習や習得を通じ社会性やコミュニケーション力を育むプログラムとして世界各地で社会的マイノリティの支援に活用されています。スローサーカスプロジェクトは2017年よりシルク・ドゥ・ソレイユのサポートを受け、世界各地のソーシャルサーカスを実践する団体と連携しながら障害のある人とのパフォーマンス創作、ワークショップなど国内での普及、実践に取り組んでいます。本作のクリエイティブプロデューサーはクリス・ヨシエです。アート、デザイン、エンターテインメントの世界を横断しながら市民を巻き込む大規模なプロジェクト型の作品を多く手掛けています。2010年、骨肉腫で右下肢機能を全廃して障害福祉の世界に出会い、翌年にスローレーベルを設立しました。クリス・ヨシエからのコメントです。今からお見せするのはフィクションでありノンフィクションです。サーカスの技を習得する過程で築いた一人一人の成長とチームの絆、そのリアルなドラマを目撃してください。私たちが作りたいのは誰もが個性を特技に変えてキラキラと輝ける舞台、そしてそれが私たちが目指す未来の景色です。ついに日本初のソーシャルサーカスカンパニーをお披露目できる日が来ました。ここに至るまで大変多くの方々のご支援を賜りました。心から感謝いたします。クリス・ヨシエからのコメントでした。構成・演出は金井圭介です。サーカスアーティストで文化庁海外派遣研修員として日本人で初めてフランス国立サーカス大へ留学し、卒業後世界35カ国で公演。2014年よりスローレーベルのソーシャルサーカスプログラムを監修しています。金井圭介からのコメントです。このサーカスには象もライオンも出てきません。代わりに個性豊かな虫たち、出演者が空を飛び地面を這います。ぱっと見彼らは虫には見えないでしょう。でもあなたがトンボやクモ、アリの目を通して世界を見たらどのように映るでしょうか。蜂から見た人間はとってものろまな虫に見えるでしょう。フンコロガシにとってあなたのうんちは宝石のようにキラキラ輝いているかもしれません。そう、世界は多様な視点に満ちているのです。そんな多様な世界で神様から与えられた体を使って精一杯生きている虫たち。人間だって同じ。いろんな体、いろんな形、いろんな視点があっていい。そう、人間も虫も生きているだけでこの世界すべてがサーカス。金井圭介からのコメントでした。それでは出演者をグループ順にご紹介します。出演者は総勢43名います。アカンパニストのご紹介です。アカンパニストとは障害のある人との創作の可能性を一緒に広げる伴走者。お互いの充実した創作体験や最高の作品作りを目指し活動に取り組みます。彩香、イギリスで子どもから高齢者、障害者など幅広い人々を対象にダンスワークショップをリードする手法を学んできています。加野健、生まれつき聴覚に障害があり、作中では手話を交えながら演技をします。浩二、バレエ、ジャズダンス、声楽を学び、ミュージカルサークルで表現活動を行っていた右手の指が3本のパフォーマーです。トッチ、パフォーマンスグループくるくるシルクのメンバーとして国内外で活躍。近年は絵本作家としても活動しているパフォーマーです。夏美、運動療育士として児童発達支援を行いながらダンサー、ファシリテーター、振付としても活動しています。ひろこ、日本人初ママエアリアリストとしてイベント、ミュージカル、チャリティーパフォーマンスなど国内で活動しています。サーカスチームのご紹介です。イノッティ、高校でダンスに目覚めたダウン症のベテランダンサーです。ジャンベの演奏もします。榎本徹、人形劇団デフパペットシアターで活躍しているローの役者です。海舟、
ボールなどを使ったコンタクトを得意とする一足性難聴のジャグラーです。香り、ハットジャグリングの得意なダウン症のクラウンです。髪襟、ポールダンスやコントーションなどのアクロバティックな表現を得意とする聴覚障害のパフォーマーです。神原健太、二分脊椎症の車椅子ダンサーです。伊賀健、力こぶが自慢の身体に障害のあるパフォーマーです。近藤理恵、小学校や学童保育でダンスを教える ADHD のダンサーです。シオ、クイアのエアリアルアーティストです。将軍、デビルスティックを得意とするジャグラーです。辰巳、オランダ人と日本人のクォーターで車椅子パフォーマーです。DJ ユータ、脳性麻痺があり車椅子に乗って DJ をするパフォーマーです。ノン、タップダンスに挑戦中のスペクトラムのパフォーマーです。葉月、2019年からエアリアルに挑戦している脳性麻痺のパフォーマーです。パワー、フラワースティックを得意とするジャグラーです。ヒサ、フラワースティックに挑戦中の指摘を伴う自閉症のパフォーマーです。ひろき、元気な大阪弁挨拶がトレードマークの知的障害があるパフォーマーです。めぐみりか、ディアボロを得意とするジャグラーです。アンサンブルリーダー、ソーシャルワーカーズ、ダンス、アート、エンターテインメントの非言語コミュニケーションを通じて障害の有無関係なく遊ぶ、作る、表現する空間を提供している団体です。ソーシャルワーカーズから今回は友也、優里、長、ハイジ、宇山あゆみの5名が本公演に参加しています。アンサンブルダンサーズ、障害の有無を超えた多様な市民パフォーマーがオーディションで選ばれて参加しています。真っ黒な衣装に触覚を生やして一つの群れとして登場します。石川大樹、井上恵、猪瀬咲子、柴田勝彦、清水琴、竹之内光子、千葉庄司、深澤直子、本田忠、三浦美幸、山本房樹、若林君恵、未知。なお、ゲストパフォーマーとして出演を予定していたエリン・ボールは新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府による入国制限により出演見送りとなりました。最後にあらすじをご紹介します。近くて遠い東京という名の森。ある時、森にいるはずのない人間が現れます。東京座ののぼりを掲げた旅芸人トッチと香織。現代の東京から迷い込んだ2人が体験する虫たちの世界。果たして2人と虫たちの運命やいかに。それでは本編をどうぞごゆっくりお楽しみください。虫たちが手話を交えて挨拶をします。手前の通路から東京座と書かれたのぼりを背負ったトッチと
丸い帽子をかぶった香織。2人の旅芸人が演奏しながら現れました。物珍しそうに眺めるいたずら虫たち。虫嫌いなトッチが首から下げたカバンから虫よけスプレーを取り出し噴射。逃げ出す3匹の虫たち。2人は芸の練習を始めます。香織、頭にかぶった丸くて青い帽子で練習を開始。湾から赤い布を取り出すトッチ。しゃがみ込んだ香織の頭に意気揚々と赤い布をかぶせます。トッチが赤い布をパッと外すと、香織の頭の上におにぎりが1つ。今度はトッチの帽子からおにぎりが2つ出てきました。おにぎりを手にしたトッチ、ホイホイとおにぎりを空中に投げてはキャッチ。おにぎりジャグリングを披露します。香織がおにぎりを食べてしまいました。トッチ、新しいおにぎりを握り、観客に放り投げました。観客がそのおにぎりを投げ返すと、待ち構えていた香織の紙袋の中に入ります。香織、紙袋の中から人の顔ほどもある特大おにぎりを取り出しました。負けじとトッチが取り出したのは、人間が2人入れるテントほどの大きさの巨大なおにぎり。トッチがカバンから大きな焼き鮭を取り出しました。今度は大きなカニです。香織はそれらを巨大なおにぎりの具にしていきます。香織、おにぎりテントの中にむしゃむしゃ食べながら入り込んでいきます。今度は大きな丸い目をぎらつかせた虫がやってきました。次々とやってくる大きな目をした森の見張り虫たち、全部で10匹。怖くなったトッチ、大慌てでおにぎりテントの中に隠れます。
虫たちはおにぎりテントを取り巻きながらくるくると輝く目を回転させます。森の見張り虫は玉虫色の羽を羽ばたかせ、時にはつながり、時にはバラバラになりながらおにぎりテントの周りを飛び回っています。トッチと香りは時々テントから顔を出して外の様子をうかがいます。見張り虫たちが目を輝かせ、キラキラダンスを踊ります。調査を終えてパラパラと去っていく見張り虫たち。残ったのはさっきの2匹のいたずら虫。地面に散らかったトッチと香りの食べ物を物色しています。警笛とともに今度は頭から足の先まで真っ黒の運び虫が2匹勢いよく走り込んできました。カクカクと触覚を揺らしながらおにぎりテントの周りを鋭い動きで偵察しています。いたずら虫たちを威嚇して追い払います。行進曲のリズムに乗って三方の道から運び虫の群れが踊りながら押し寄せてきます。全部で19匹。この虫たちは森の運搬係。邪魔なものやおいしそうなものを運び去ってしまうのです。おにぎりテントと2人の持ち物はすべて運び虫の群れに持っていかれてしまいました。テントから放り出されて呆然としている2人をずっと陰から見ていたいたずら虫。旅芸人が2人森に迷い込んだことを長老虫に知らせています。パラリラパラリラとやんちゃな曲とともに現れる長老虫。長老虫に続いて登場するのは森のハンターにして恐怖の暴走虫たち。滑るようにものすごいスピードで現れました。1匹目は銀色の車輪がついた虫。音を鳴らしながら威嚇します。2匹目はドリフト走行する虫。丸くて黒い頭には無我夢中と書かれています。3匹目は長い柄のついた車輪でノリノリに走る虫。最後に登場したのは車輪を操る虫。その後ろには4匹の虫たちが連なって登場です。そのお腹には数字でよろしくの文字。
香りが車輪を操る虫に捕まってしまいました。慌てるトッチ、助けに行こうとしますが、4匹の虫たちが放った糸に絡め取られて、思うように身動きが取れません。香り、森の奥深くへ連れ去られてしまいました。一人残ったトッチは糸でがんじがらめにされ、暴走虫たちに翻弄されています。一匹の暴走虫が獲物を捕まえた勝利のダンスを踊り始めました。力強い腕で車輪の上で逆立ち。見事な身のこなしで体を回転させます。自らが乗ってきた暴走車をバラバラに分解して勝利のポーズ。捕まっているトッチにまたがり、まるで巨大な虫のように自分の体にしてしまいました。暴走虫たちの雄たけびが森中に響き渡ります。果たしてトッチはどうなってしまうのでしょうか。突然、大きな丸い玉が四方から飛んできました。その臭さに耐えきれず、暴走虫たちは逃げ出します。丸い玉をお腹や足で転がしながら、ずんぐり虫たちが5匹、わらわらとトッチのもとに集まってきました。虫たちは森中の糞を丸めた塊を転がしています。人抱えもある巨大な糞を投げ合う虫たち。トッチに巨大な糞をぶつけてみます。たくさんの糞が森の中を跳ね回っています。芸人の血が騒ぐトッチ。ずんぐり虫たちの巨大なフンジャグリングに加わります。ずんぐり虫たちが糞を一列に並べ始めました。トッチに糞の上で滑ることを促します。意を決したトッチ、思い切って長く連なる糞の上をダイブ。見事成功です。仲間として認められたトッチ、虫たちと戯れながら茂みの奥へと消えていきました。森に夜がやってきました。神秘的な音楽が流れています。人間を飲み込んでしまうほどの大きな透明の玉が2つ、夜遊び好きな虫に導かれてやってきました。まるで巨大な卵のよう。一つの玉の中には手に持った光る玉を投げたり転がしたりする虫が
1匹入っています。もう一つ大きな透明の玉の中には、虫になりかけている香りが入っています。透明の玉の外から夜遊び好きな虫が何かを語りかけるように近づいたり離れたり。香りは夢見心地で暗い森の中をさまよっているようです。さらに1匹のようにも2匹のようにも見えるお月様のような幼虫が現れました。高さ4メートルのところに浮かび上がっていきます。幼虫は今まさに姿を変えようとしています。そのシルエットを見上げるようにしながら、大きな透明の玉は森の奥へ消えてゆきました。肩車で背を高くした仲間の虫がお月様のような虫に手をかけ、優しく回転させます。上空の幼虫、羽を広げ見事に羽化しました。生まれたての羽の動きを試しています。新しい自分の姿に喜んで、星空の下でくるくると踊り回っています。喜びのダンスを終えたお月様のような2匹で1匹の虫は静かに大地に降りました。ねぐらに帰る支度をしています。
仲間の虫たちにお礼を言いながら森の中へと消えてゆきました。奥から細長い棒を光らせ、ブンブン回して遊ぶ2匹の虫が登場しました。彼らは星を集める虫。1匹は2本の細い棒を巧みに操りながら、宙を舞う3本目の棒をくるくる回したり飛ばしたり、もう1匹はカクカクとした動きで森の中をぐるぐる歩き回って星を集めています。さらにもう1匹、星の声を集めて鳴らす虫が走り回っています。奥から4匹の虫たち。集めた星をぐるぐる回して遊んでいます。森の夜も深くなってゆきます。深まれば深まるほど遠くの惑星が顔を出し、宇宙がその姿を現します。手にした糸を器用に振り回しながら光を生み出す虫。光を高く飛ばしたり、宙に輪を描いたり。新たな光を手に入れ、さらに激しく優雅に操ります。その光に呼応するように、一匹の虫が踊り始めました。ビルの5階の高さまで光を飛ばし、見事にキャッチしました。最後は2匹、星の声を集めて鳴らす虫とともに飛んでいきました。
高さ6メートルのところに白い繭がぶら下がっています。繭がゆっくりと割れ、中から一匹の美しい虫が現れました。宇宙に続く白い道を進んだり戻ったりしています。器用に足や体を白い布に絡ませ、優雅にポーズを決め回転します。もう一匹の虫がやってきました。2匹が出会って交わって離れてまた出会って2匹が一塊になってぐるぐると回ります。宇宙からのエネルギーを体いっぱいに受け止めるように大きな羽を広げます。もう一匹の虫が白い布と戯れ始めました。が逆さにぶら下がり、すごい速さで回り始めました。何度でも生まれ変わりながら自分の光を放つ勇気を与えます。虫たちの森の夜は更けていきました。朝です。11匹の森の虫たちが力を合わせて4メートルほどの長い大木を運び込んできます。これから始まる成虫の儀式に使われる聖なる木。大木のてっぺんから四方にツタが伸び、それを虫たちが支え、大木を大地に突き立てます。見上げるほどの高さの大木に一匹の虫が飛びつきました。ガシガシと登るこの身軽な虫はカミヨセムシ。神木に
成長の神様を降ろしています。カミヨセムシが神木の上で踊り始めました。体で木を挟み込み、両手両足を離してポーズ。素晴らしいバランスです。ポーズを取りながら見事に滑り落ちました。一気に駆け上ります。勢いをつけて地面に飛び降りました。両足を木に引っ掛け、まるで地面に立っているようです。一番高いところから滑り落ち、地面ギリギリで止まります。カミヨセムシが神木のてっぺんに登り、周りの虫たちに合図を送りました。長老虫が3匹の幼虫たちを引き連れ、厳かにその姿を現しました。見守る虫たちが聖なる木の下に集まってきます。儀式の仕上げが始まります。カミヨセムシ、仲間の肩を借りて自分の3倍もある高さに立っています。その下では虫たちみんなで手を広げ、カミヨセムシを待ち受けます。カミヨセムシは何のためらいもなく飛び込みました。大喜びの仲間たち。長老が杖を振り、次の幼虫として香りを招き入れます。周りの虫たちが足場になって香りを聖なる木に登らせていきます。怯えて震える香り。
香りは仲間の虫たちのもとに飛び込むことができました。香りに立派な羽が授与されます。役目を終えた聖なる木が森の奥へ帰っていくのと入れ替えに、森中の虫たちが集まって手拍子、足拍子、森のリズムを刻んでいきます。香りと幼虫たちみんなの成長を祝って、大地も植物も虫たちも森中の生きとし生けるものすべてが歌い踊る喜びのショーの始まりです。何お調子者のカラフルな幼虫が現れました。葉っぱの指揮棒を振って虫たちを指揮しています。カラフルな円盤を回しながら踊る虫たちもいます。木の枝を投げながらキャッチする愉快なジャグリング虫たちが2匹。4匹の虫が十字に並んで太い木の枝を互いに飛ばし合いながらキャッチしています。羽や尻尾を優雅にはためかせながら飛び回る7匹の虫たち。2匹の怖いはずの暴走虫たちも二輪車に乗ったケイスケ虫と楽しそうに走り回っています。5匹の虫たちが足で軽快なリズムを刻みます。ひときわ大きな羽を持つ虫が1匹、激しくも美しい空中の舞を披露しています。輪っかを持った虫たちが5匹。1匹の仲間の首にどんどん輪投げのように投げ込んでいきます。トッチも一緒に加わります。投げ終わったトッチのもとに羽の生えた香りが駆け寄ってきます。
再会を喜ぶ二人。トッチと香織に長老虫から旅芸人の帽子が返されました。たくさんの虫たちが祝福のダンスを踊る中、堂々と一人で帽子芸を披露する香織。虫たちとの出会いが香織を旅芸人として成長させました。香りの上空で2匹の大きな羽を持つ虫が旋回しています。すべての虫たちが万歳をしながら森の中を縦横無尽に踊り回ります。互いを認め合い、自分を認め成長すれば誰にでも羽が生えるのです。森は、世界にはいろいろな虫たちがいるから面白い。トッチも香りも虫たちも自らの羽を大きく羽ばたかせ、森の中を自由に美しく飛び回るのでした。すべてのキャストがみんな一緒に円になって外側を向いて揃って踊り始めます。
後にもう一度みんなで踊ります。手を振りながらすべての虫が森へ帰ってゆきます。